はい、こんにちは。今回はね、バールの使い方っていうのをね、やっていこうと思います。まずね、バール、釘抜き。たまにね、S 型っていう人いるんですけどね、いろんな呼び方で呼ばれてます。いろんなね、形であったり、大きさであったり、いろいろあるので、どういったのを選んでいこうかなというところで、ちょっとね、結構危ない道具でもあるんで、カッターと同様ね、特徴っていうのをよく分かった上で使っていこうと、そういう道具になります。まず、バールの特徴を、また3つ、やろうと思いますけれども、1つ目。サイズとね、タイプ、形が結構いろいろあるよということで、またこれがオーソドックスなタイプかな。打ち込みバールって言われてるんですけど、ここ叩けるようになってて、こんな形で90度になってるみたいな形であったり、で僕が使っているのは、その分のちっちゃいやつね、ちっちゃい釘はこういうちっちゃいので、こういうのは釘袋に入れてもね、危なくないんで、持ち歩いたりすることがあります。僕はお気に入りでよく使っているこれが、バラシバールっていうらしいんですけど、こういった形のやつ、リフォームとかではよく使ってます。これもね、1メーターちょっとあるんですね。これで言ったら、16センチかな。こんだけいろんなサイズがあるよと。言ってしまえば、あんまり長かったらね、ここ当たっちゃってる時に全然こねられないとかね、そういうことあるんで、各タイプ持っておかないといけないと。そういう感じになります。で、特徴が2つ目。主にね、解体で使用すると。解体の時は大柄ばっかりなんですけどね。リフォームではだから大活躍です。バラすの早ければね、結局最終的に総合的な仕事が早いということになりますし、作ることを考えながらきれいにバラせるとね、仕事もきれいに進むというようなところで、リフォームではとても使う道具になります。逆にですね、新築では、バールほとんど使いませんね。使うのはね、仮筋交い言ってね、筋交いを入れる前に仮にタッチを見ておく材料を、釘で留めてるんで、それを外すみたいなことはあるんですけども、それ以外でね、新築であんまりバン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 ね、こんなんでカン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 すぐ音するんですけど、外してたら、あの人失敗したかなと思われるので、新築ではあまり使わないと、使いたくない道具ではあるかなと思います。特徴の3つ目なんですけども、とにかく怪我が多いと思います。重たいですし、結構力入れるもんなんで、結構怪我が多いですし、あとはこういったものにポンと置いとくにしても、やっぱり金属の塊なんでね、やっぱりどうしても傷がいきやすくなるということで、扱いが慎重にならざるを得ないというところです。そんなところを踏まえてですね、バールの選び方なんですけど、バールの種類、さっきお見せした大きさも含めてですね、あとは、釘抜きの逆の方ね、この逆の方が平たいヘラみたいになってるのはインテリアバールっていうね、平バールと思うんですけど、そういう形であったり、ここ尖ってるやつとかもありますよね。例えば、これこっち向いてますけど、これがこっち向いてるやつとかね、クロスしてるタイプとかね、あります。いろんな都合で使い分けたらいいかなと思うんですけど、僕は使ったことないんですけど、解体屋さんは、こんな感じの、ここ25センチぐらいかな、ぐらいのバチグアっていうのをよく使うそうなんですけど、僕は使ったことないんです。で、おすすめのタイプなんですけども、基本的には何タイプか持っておかなければいけないということがあるんでしょうけど、これですわ。このタイプが僕はおすすめかなと。このバラシバールというね。これの何がいいかというとですね、ここが90度になってないですよ。それ釘があってなんですけど、バールの形がね、こういう、ここですね。ここがこういう風になってるタイプと、これみたいにこういう風になってるタイプと、最終的にはここの、こうやって引っ掛けた時の、この先の角度が全然違うんですけど、どうしてもやっぱりね、ここに釘あったとして、こういくのとね、全然使いやすさが違うというところがまずあってですね。あとは、これが、またクロスしてないんで、同じ方向に向いてるということで、これ結構扁平っていうんですかね、そっち向きになってくれてるので、使いやすいなと思ってます。あとちょっと平たいんですよね。両方が平たいので、めくったりするようなことがね、結構いい感じにできます。あとは、大きさの割に中古になってて軽いんで、長いからこその叩き外しみたいなのに結構重宝します。もう一つ言ったらね、この1メーターの長さだったらね、僕、身長1メーター60センチ、70センチ弱かぐらいなんですけど、仮筋を外せますしね、脚立いらないという状態になるので、すごく便利です。どちらにしても結構ね、値段は安いので、いくつか使ってみてね、合うやつを選んでいったらいいかなと思います。結構ね、みんな同じようなの使ってるんでね、誰のか分からなくなることも多くてですね、なかなかなくなることが多い道具でもあります。選ぶこと自体はそんなに緊張しなくていいんじゃないかなと思います。バールの使い方、結構考えたらいっぱいあってですね、まずですね、木表面ですね、釘打ち機で打ったらババーンと釘が中に入ってる状態で表面出てないと。頭出てたらね、そのままいけるんですけど、どうしてもこういうへこんでる状態だと、この半分しかないけど、叩き込んでね、こうやったりね、叩き込んで外すっていうのが、まず外し方かなと思います。で、その時にね、材料の上にこう振ってあったと。これごと、
外せばいいじゃないかみたいな時に、剥がしたりめくったりってね、このままこう、これごと外してですね、これ抜くみたいなこともできます。それでなんでちょっと言っておくとですね、まあ、こう釘いっぱい打ってあると、なかなか取れないぞみたいな、ここボンド塗ってあるみたいな、そういう状況がありますよね。丸ノコでね、ここ、いい厚みでこう切ってあげる。上から見たら、ここと釘がパンパンパン打ってあってですね、こう切ってあげる。そうするとですね、ここパーンとこっちから割れていくんで、割り取れるんで、思いっきりめくったりね、叩き込んだりするっていうよりは、綺麗に外していけるというのがあります。こういったことともう一つ面白いのがあってですね、バールの使い方とはちょっと違うかもしれないですけど、まあ、例えばここが、まあ、1センチぐらいの、1センチぐらいの板がこうベタッと張ってある状態で、釘がこう打ってありましたと。まあ、50ぐらいの釘がね。で、この板をめくらな赤くなりましたと。これをね、どうやってやるか言って、めくるか、こう打ち込んでいくかね、どうしようかなって悩む感じになるんですけど、これ一つ方法があってですね、この釘自体をね、打ち込んでしまう。もう、バチンと打ち込んでしまう。こっちから。で、こっちの力がなくなってですね、めくれるみたいなこともあるので、場合ばかりが回転の方向ではないですね。で、この状態からこう釘だけ抜くっていう感じですね。これもまあめんどくさいようには思いますけど、釘打ち機のね、釘を外してね、ピストンだけにして、狙ってパンパン打ち込んでいくみたいなね、そういったこともできます。たまにね、ベニヤベターっと貼ってあってですね、周り2本使ってね、こっち上げて、またこうやって、ね、2本使いみたいなね、人がいるときは、誰かに手伝ってもらってね、2人でめくったりとか、そういうこともあるんじゃないかなと思います。で、あとはね、叩き外す。まあ、例えば、カモイとかもね、まあ、トントンってやったら、まあ、ある程度外れますし、まあ、そういった、結構叩くことが多いだろうというところで、まあ、ここ気をつけなあかんのは、やっぱりね、こう叩く、後ろに人がいるとかね、叩いた先に、結構な衝撃なんで、物飛んでってね、例えばガラス割れるとかね、まあ、ちょっとことありますけど、そういったこともあるので、気をつけると。まあ、できるだけ必要な力だけでね、これぐらいで壊れるだろうという、強い時は強く、弱い時は弱く、そういう感じでエレガントな感じでね、叩き潰していくという感じにしないと、まあね、お客さんとかがね、大工さんもなんかすごい激しいなみたいになるんで、なるべくエレガントなイメージを持ってください。まあ、解体以外にも使いますよね。ちょっと持ち上げたりとかね、隙間を広げたりとかね、まあ、単純にテコとして使うというのもありますんで、まあ、解体がない場合もね、まあ、一応場合は置いておくものかなと思います。意外と僕がまた使うのがですけど、コンクリートでね、バン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 って張って石がね、砕けた状態になった時に、まあ、ちょっと開けてみるのも手じゃ危ないですし、すごいバルやといけたりとかですね、ほんまに単純に土を掘る、水道配管の時の土を掘る時も結構ボソッと刺すとね、よく刺さりますし、これしょうもないあれかもしれない。うち、タケノコの産地がすごく近くにあってね、友達がタケノコ掘りに行くんですけど、僕、これ持って行ったらね、結構すごい掘りやすかったです。タケノコ掘りにも使えるよと。まあ、使い方のコツですね。まあ、釘はね、戻せるなら戻した方がいいと。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、前の感じで釘打ってあるよと。で、ちょっとこねたら浮いたよと。ここはちょっと抜けたわけですね。で、ここからまた叩いてね、叩いてね、こうやったら戻ったよみたいなね、こうやって抜くよみたいな。仮筋外す時とかよくやりますよね。そういったこととか、コンコンするってやつね。コンコンする技っていうのがあってですね。まあ、プロでは当たり前なんですけど、バールがこういうふうにありますよね。で、ここ釘です。で、ここをコンと当てることによって、こっちにギューッと抜くより、衝撃があってですね、要は摩擦で止まってるわけですから、摩擦を衝撃で抜いていくみたいなね、言ったらコンコンコンって、そういう感じで、抜きにくいものはこういうふうにやってやると抜けることがあります。あとコツなんですけど、バールってね、なんか例えばこういったところに当ててですね、必ずでパンパン叩くっていうのもあるんですけど、このサイズになると、差し込んじゃいますね。狙いを定めて刺すっていうことを結構、解体でよく使うので、うまく使ってやっていくと早くなると思います。あと、金槌で叩いて抜く方法っていうのがあってですね、まあ、こういう釘が打ってありましたと。まあ、ここね、ここ引っ掛けて、ここを叩くっていう感じですね。こういう感じですね。で、その化粧面に釘打っとるやんけみたいな、よくそういう感じですけどね。こうやって抜くといいです。あとはね、頭がない釘。頭が取れちゃったよみたいな、結構古いとね、錆びて、ここの頭がポンポンと飛んじゃってですね、頭なくなっちゃってて、引っかからないようにどうしたらいいかなってなるんですけど、こっち鋼みたいになってまして、鉄って基本的に柔らかいんですよ。なので、ここら辺に当ててですね、もう金槌で叩いたらね、ここ結構刺さります。で、抜けるだけ刺さってしまえば抜けるという形です。で、これ結構大きい釘であるんですけど、リフォームとかで結構ちっちゃい釘を抜くんです。あれじゃないんですけど、ウォーターポンププライヤー。京都では結構アンギラって言うんですけどね、
アンギラスっていう商品名なんですけどね、まあ、正式名称ウォーターポンプフライヤー。これでこう、ピュッとつまんでね、スッとこう抜いていくという。これでこう、ピュッピュッピュッ抜いていくと。リフォームではもうバールと並ぶぐらい使う道具です。そんな感じで、まあ便利なんですけど、使用上の注意いきたいと思います。一番あるのがね、ここ抜こうと思って、こう抜こうとしました。で、これがもう外れた時に結構これで当たるんですよね。これが痛いですね。すごく危ないです。で、このバラシバールの特徴なんですけど、そっち向きに先っちょが来てるっていうね、ちょっとすごい危ない状態なんで、これで当たると痛いですよ。バールを使う時は絶対逆の端を持って使う。外れてもちゃんと制御できるように、常にバールは真ん中の端みたいな感じで、端は基本持って使う。気をつけてください。それで周りを傷つけるのもそうなんですけども、結構叩いたりパンパンしてるんで、こう叩いて潰れたこの角がね、結構鋭利な状態になったりしてね、ここ置いてるだけでも何がもらえるようになってね、長いもんだったらね、立てといたりしてね、バーン倒れてね、傷ついたりしますね、気をつけてください。あとはね、もうね、これを釘袋に入れとくのはね、僕はしてません。もう持って歩かないです。持って歩いてもこのサイズ。解体を基本的にしないっていうのもあるんですけども、これを落とすともうね、えらいことなんで、釘袋に入れる道具ではないと思います。で、まとめになるんですけども、やっぱり解体っていう時に使うんですよね。解体っていうのは、昔の大工さんが作った順番で解体していくとやっぱり外れやすいというところもあってですね、古い作りを覚えていくとかね、あと、まあ、大工を目指してね、ものづくりをやっていくという時にね、自分で作ったものを自分で壊すっていうのはね、もうほんま、アホですからね。そんな崩してる時間があるなら、ちゃんとこう考えてね、最初にね、計画して作っていくというところ、材料もったいないですよね。誰も得しないので、バールはなるべく使わない仕事をする。あとはね、リフォームみたいなね、ちょっと収まりちょっとわからんけど、ここからどういうふうにしようかな、ここからやっていこうかなみたいなところっていうのは、まあ、もう釘で打たないでね、釘打ちの方が早いのはわかりますけど、ビスで組んでおくと、後の調整が非常に楽なので、わからないところはビスを使うというところで、まあ、僕はほとんどリフォームでは釘使わへんっていうのがそういうところになってきます。そんな感じで、地味ですけど、ちゃんとね、使えると、すごい味方になる道具なので、ぜひとも習得していってもらいたいなと思います。